おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらですね。アクリル絵の具で渓流透明な水を描いてみたという動画になっております。いかがですか？どうですか？アクリル絵の具というのはどちらかというと不透明でマットな絵の具ですね。で、それに構造を作っていく重層構造ということで、グロスポリマーメディウムというのと青と茶色を混ぜてちょっと青を強めにして、薄く途中で塗っていって層を重ねていくということをしました。こういったことによってすごく絵の具というのが深みを増してくると思います。もちろん細かい描画みたいなのの描き方も皆さん参考にされればいいと思うんですけども、絵の具の構造を作るということもちょっと理解されると、もっと絵を描くのが面白くなると思いますので、ぜひごゆっくりご覧ください。ではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。渓流ですね。綺麗な水を描きました。今日はちょっとアクリル絵の具について少しお話ししましょうか。画材についてですね。アクリル絵の具というのは何ですかということを聞かれることもありますので、それちょっと説明しましょうね。1900確か50年代だったと思うんですけども、アメリカの方で開発されたんですね。今これは、キャンソンボードというものに鉛筆で下書きを描いていっております。で、写真を見ながらですけどもね。で、60年代、70年代ぐらいからどちらかっていうと、すごく使われるようになっていったということで、じゃあどういう特性があるのというとですね、油絵の具のようにちょっと厚くも塗っていけるということがあります。ただ油絵の具のように乾きが遅いわけじゃなくて、ものすごく早いという感じです。水彩絵の具なんですけども、完全に乾いてしまうともう取れないというかですね、だから洋服とかついたらなかなか困りますよという道具です。で、アクリリックポリマーエマルジョンと呼ばれるものと顔料を混ぜ合わせて作られています。アクリリックポリマーエマルジョン、ざっくり言うてしまう、間違えたらすみませんね。透明な半透明というかですね、ボンドを薄めたような感じのものというふうに考えたらいいかなと思います。普通の水彩絵の具、透明水彩とかポスターカラーといったやつはアラビアゴムというものが混ぜ合わさっているんですが、アクリル絵の具はじゃあ油絵の具のように乾きが遅くなくて乾燥が早い、水彩のように乾燥が早く手軽に描けるというちょうど間ぐらいのような感じかなというふうに考えたらいいのかなと。で、メリットとデメリットとちょっと濃い鉛筆に変えましたね、このおじさんね。というのがあって、やっぱ乾きが早いというところがメリットでもありますし、乾きが早いというところがデメリットでもあると私は考えています。で、色自体は少し塗った後、乾いたら色としては少し明るくなるというところがあります。で、今水をたっぷりキャンソンボード 3mm 厚にたっぷり浸していきますよという感じでですね、だから油絵の具の良さもあれば水彩絵の具のようにも使える、良さもある、で乾きが早いという良さもあれば乾きが早すぎるという悪さもあるという、画材かなというふうに思います。乾きが早すぎるんやったらちょっと遅めるもの、今なんていうかな、グラデーションメディウムっていうふうに売ってるのかな、水の代わりにそういったものを混ぜ合わすと絵の具が乾きが遅くなるそうですが、おじさんまだそれやったことない、使ったことないので、すみません、言葉だけ。昔はリターダーという風に売ってましたが、確かグラデーションメディウムという名前に変わっていたんじゃないかなと思います。いきました、ドンと水をたっぷり塗って描く。で、この方法というのはどちらかというとですね、もう本当に昔のアニメーションの背景が映画とかですね、絵の描き方に近いので、アナログの手書きで、ちょっと描いてみたいという人はこういう実験をされてみてはどうでしょうか。水をたっぷり塗ってジョボジョボジョボ。で、アニメーションの背景画というのはポスターカラーを使ってます。なんでかっていうの何かの僕本で読んだことはあるぐらいなんで、正確な情報はわかりませんが、ポスターカラーは安いんですね。じゃあポスターカラーって何っていうと、透明水彩に炭酸カルシウムがたくさん入っているものだということをとある絵の具会社の工場長がそれだけだよなんていうふうに言うていましたので、じゃあポスターカラーと透明水彩っていうのは親戚なんかなっていう感じですね。じゃあアクリルとアクリルガッシュってどう違うのって言ったら、アクリルガッシュはポスターカラーと透明水彩と似たような関係だと思ったらいいんじゃないですか。ガッシュっていう言葉が入ってるので、おそらくアクリルガッシュの方が安いんじゃないですかね。炭酸カルシウムがたくさん入って不透明に近くなっているというものです。だから僕はもうアクリル絵の具と総称して言ってます。めんどくさいのでですね。
同じようなアクリルガッシュアクリル絵の具というのが多分2種類売ってたりするのかなというふうに思います。ザクザクザクと浮いていきましたね。でやはりアメリカとかですごく流行るんですね。透明水彩みたいに厚く塗れへんしっていうことで、でも油絵の具ってなかなかっていうことで、じゃあペンキやったらちょっとっていうので、そのちょうどいろんなものの間を取ったということで流行ったりします。日本だとですね、知内京介先生っていう人が多分日本でもだいぶ早く、東京芸大の油絵科出身だったと思うんですけども、アクリル絵の具を駆使して、具象絵画に、使っていった作家さんなんじゃないかなというふうに思います。すみません、間違えてた。多分僕はそう思っています。でアクリル絵の具っていうのの本当にすごく便利なところっていうのは、完全に乾いてしまったら取れないというところ、逆にデメリットが完全に乾いてしまったら取れないということかもしれませんけども、そうすると乾かして、使って絵の具を少し厚く塗ってで例えば削り出してみるとかですね、そういったこともできたりもしますし、で透明感っていうのはただ水をつけて塗っただけやったらそんなにないです。そんなにないです。で油絵の具みたいにちょっと使いたいなと思われたりした場合というのは、ちょっとメディウムというのが売っています。メディウムってなんやって話ですね。もう今日はもう横文字ばっかで先生何言ってはるか分かりませんっていう感じかもしれませんけども、メディアイントネーション間違えましたね。メディア、バイギメディア媒体かで媒材っていう何かものですね。メディアっていうのはテレビとかなんとか、例えば YouTube もメディアかもしれませんけども、媒材も何かを介するものですね。でそのメディウムというものが売っています。いろんな種類売ってます。マットメディウムっていうのは例えばツヤなしみたいなものですね。グロスポリマー、ツヤグロスですね。グロスポリマーメディウムっていうのはツヤ出し剤的な。でそれを固めたものというのはジェルメディウムとかっていう風に売ってます。横文字ばっかりやないか。でもよく聞いてみるとなんとなくわかるでしょ。ジェルメディウムとかグロスポリマーメディウムとかね。でそういったものがメディウムとして売ってます。でそれの入れ物とか容器に何で作られてますかっていうのを横とかに横丁に書いてあったりします。皆さん読んでみてください。そうするとアクリリックポリマーエマルジョンってだけ書いてあります。ということはそれと顔料を混ぜ合わすと、もしかしてアクリル絵の具というのが作れるのかもしれません。何かプラスアルファよく混ぜるために何かを入れてたりするのかもしれませんが、基本的にはそういうふうに組成というのはできているんですよということを覚えておくと、ほうということがわかるんじゃないでしょうか。で乾きがすごく早いので、これ一般的にやらないで方がいいというふうにされている、もうやらん方がいいですね。言うてしまうと、油絵の具の上にアクリル絵の具というのはやめておいた方がいいですよ。なんでかというとですね、非常に乾くのが早い。アクリル絵の具はですね、白を入れ出しましたな。で一方平筆の鬼ですね、平筆ばっか使ってますもんね。で一方油絵の具というのは実はじっくり時間をかけて乾いていくんですね。空気中の空気と酸化しながら、酸化重合というんですけど、そういった科学的なことを起こしながら乾いていく。一方アクリル絵の具は固まるというイメージですね。難しいこと言うてはる。乾くと固まる、ちょっと違うんですね。だから乾く性質の油絵だと乾性油っていう風に名前がついてますよね。だから時間をかけてじっくり乾くので、そこの上に何かでペタッとアクリル絵の具でコーティングしてしまったりすると、下の絵の具がずっと動いた状態だったり、ペタッとなってもって上の絵の具が固まってしまったりすると、下の絵の具はまだ乾きたくて空気と一緒になりたいのにということで、ひび割れとかが起きやすかったりするんじゃないかなと思いますというのが物理的な話なので、私はもちろんやったことはありません。それはやらない方がいいというふうに一般的には言われているのはそういう理由です。わかりました。おじさんの早口についてこれましたか。ということで、ある程度1層目が塗り終わりました。マットになってきますね。初めにだいぶ暗くどんどんと塗ったのは、ある程度下地の色というのを作って置いてあげようということで全面に塗りました。なるべく紙の目とかを塗り残さずに、塗っていったということですね。透明水彩とはまた真逆じゃないかという感じかもしれません。である程度私なんかこの平筆というのをうまいこと使って、ある程度まで描いていこうと思いました。水でジャバジャバに塗っていたのがようやく乾燥しだしたかなという感じです。全部完全に乾燥しているというわけではございませんが、少し乾燥してきたという状態になっているわけです。ね、それでちょっと明るい
とこもちょんちょこちょんちょこちょんと書いたりとかですね、筆さばきというか筆の毛先に絵の具をうまいことつけながらということで、書いていっております。で、明るいところにボンとちょっと暗く塗ってまた明るいところに置く。白い、ですね、紙の上に白い絵の具を置くより若干暗くしてからまた明るくすると深みが出てくるんじゃないかなという感じですね。そして透明の水を描くということがそういえばこれはテーマでしたね。少し下の黄色っぽい色であるとか緑っぽい色っていうのを今置き出していっているわけでございます。で、やっぱり波の方向とかに合わせながら平筆をひょ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 横にやっていっての分かりますか？左上から右下の方に、水がちょろちょろちょろと流れていってる渓流でございますね。まあまあ水の勢いあったかもしれません。そしてこれは豚毛の筆を毛先をポンと広げてですね、そこにちょんちょんちょんと白いのつけてバババババとこう波のしぶきと言いましょうか、川のとこしぶきの立っているところというのに絵の具をちょんちょんちょんと置いていきました。ここの部分というのは少し絵の具がこれは岩の部分とかにもちょんちょんちょんと置いていきました。ちょっと物質感みたいなのを絵の具をつけていきながら奥の方の水とかも描いてきました。だからアクリル絵の具というのはすごく便利な素材でもあるんですけど、私はなぜやらないのかって言われたらですね、乾きが早すぎるっていうところがあって、人物なんか描くとなかなかグラデーションとかつけれないので、皆さんがお上手だったりするので、人物でアクリルを描いてみるっていうことももう少しやってみてもいいのかななんて思ったり、早口ですね、何言ってるかわからないかもしれません。いや、お前の動画は長すぎるぞっていうクレームがあったり、うるさいぞというクレームがあったらうるさかったらミュートにしてください。長すぎるなと思ったら倍速とかにできます。 YouTube というのはそういうの機能がついております。早すぎるぞちょっと遅くすることもできますので、皆様そういうの頑張って調整してみてください。ということで、暗い色を少しクッとアクセントになるようなものを描きながら岩というところの隙間というところを描いていっております。これはナイロンの丸い筆ですね。ラウドって書いてたっけ？ラウドっていうんですけどよくわかりませんが。で、アクリル絵の具というのは今本当にこう主流というか、もしかして、使っている。例えばですね、日本画と呼ばれる卒業生、僕これは学生に調べさせたというか論文で書いた学生がいたんですが、日本画というジャンルの中でも下地にアクリルを使っているなんていうことがあったり、日本画出身でもアクリル絵の具で卒業したりっていう学生さんもいたりするんですよっていうぐらい、今もう本当に主流になってきて、油絵の具だけで描くということじゃなくて、油絵の上にアクリルはノーかなと思うんですけども、アクリルの絵の具の上に油絵の具というのは OK、イエスっていう感じの風潮になってきていて、はっきりと明るい色を置いています。はっきりとした100年持つのかって言われても、1960年70年代から出だして、私も90年代後半にそういった技法で描いているんですが、100年持つかというと実際に立証はできていませんよね。でも20年ぐらいは持ってるんですね。何もひび割れも起きずにそういう状態で持っているということがありますので、案外やっぱり素晴らしい画材なのかもしれませんよ。だからこの上にアクリル絵の具の上に透明水彩もおそらくありだと思いますよ。だからいろんな使い方ができるんじゃないですか。はじめちょっとマチエールとかをつけておいてから透明水彩で描いてあげようかなみたいなこともできると思います。その辺は自由ですよ。皆さん自由というね、こう描かなきゃいけないっていうことはないです。だから僕は多分ほとんど動画の中でいろんなことをやりながら、こういうのもあり、こういうのも本当はここに色鉛筆で描いてもいいかもしれませんしね、透明水彩色鉛筆で描いてもいいかもしれませんし、ということで本当に表現の幅というのはもう無数に広がっていきますよね。だからもう一度言います。油絵の具の上にアクリルはやめておいた方が物理的に考えると危険かなということがわかる。白い絵の具をボンボンボンと置きました。結構厚めに塗っていってます。インパストといってね、少し厚めに塗ることを生の白をインパスト、厚く塗っていったりしながらですね、少しずつ出ているも描きながらですね、あるところの段階でちょっと大きな変化を今回お見せしますね。それはグレーズという油絵の具では一般的な技法なんですが、アクリル絵の具でもできるんですよということで、お見せしようと思います。私は東京芸術大学に1996年かなに受かった年はアクリル絵の具だけで合格したんです。
でも日頃じゃあ使うのかちょっと使ってないんですね。本当に前々日にアクリル絵の具というのを買いに、前々日かなに買いに行って初めて自画像を油絵っぽく描こうと思って描いてみたんですね。19歳20歳の少年はですね、そうしたらグレーズというのを何回かすることによって、あれ油絵のように描けるぞということに気づいてしまったわけでございますね。そうしたら東京芸大の先生たちも小木曽君あんな短い時間であんな書き込みできるの油絵ですごいねなんていうふうに言われました。へへへへ騙してやったぞみたいな気分になりましたが、そういった技法を使って描いたわけですね。だから油絵的に描くということもできるということが実際私は立証できました。その時の話が好きやという人も結構多かったりするんで、少し時間があるのかなしましょうか。私はその武蔵野美術大学というところに行っていて、受け直しで受けたんですね。でもう予備校の先生なんかしていたので、試験会場に行くと、あれなんで先生いるんですかなんて予備校で教えていた学生たちがいたりして、私も受けますよということで、東京芸大に、は受かるとですね、武蔵野美術大学の学費の3分の1ぐらいだったりするんですよ。だから親もやっぱりですね、うちの親は当時45、6歳だと思います。私は5歳の子供だったので20歳、おふくろ親父が25歳の子供やから20歳45、6歳の時に、うちの兄貴は大阪芸大、私は武蔵野美術大学という2人とも私立に行っていて、ということだったので、なんとか受け直してくれということで受けました。その際にじゃあどうやって、受けたら受かるかなっていうことを考えたときに、いろんな先生が写実的に書いても受かんないよというふうに言っていたんですね。じゃあどうかして、なんで先生それ写実的に書いたらここですグレーズします。ちょっと茶色と青とかを茶色と青を混ぜてですね、ちょっと青が強い、すみませんこの色を映すの忘れてました。このぐらいの僕は今回色にしました。ちょっと紫っぽい感じですかね。でこれはグロスポリマーメディウムとさっきの絵の具と水を足してですね、薄くハケで塗っていくと薄いベールがかかるの分かりますかね。薄いベールかかって、そしてまたこれで明るい色をちょん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 と描いていったり、そういうこの塗ったところが薄く透けて見えるということによって、で明るい色で描いていきますね。でとにかくじゃあ前々日にじゃあどうしたらいいか、写実的に描いたら時間かかるから小木曽それは無理やでなんていうこと言われたから、へへへよし俺は考えてやるぜというひねくれた性格なので世界堂に行きまして、確か本当に4色ぐらいだったと思います。ほとんど初めてアクリル絵の具だけで描いたのが前々日に描いた自画像なんですが、青赤黄色白茶色黒は入れてなかったと思うんですけどね、5、6色の紙袋と水入れの代わりにペットボトルをぶった切って半分ぐらいに切って、持っていって、筆も何本か持っていって、あとはメディウム、先ほど言いましたグロスポリマーメディウム、あとは貼る回路をキャンバスの裏に貼るという荒技をなしまして、そして、2日間試験があるんですが、1日経ったら半日経ったらグレーズして、また半日経って夕方その日の試験が終わる前にグレーズして、次の日朝行ったらグレーズして、次の昼休みに入る前にグレーズしてということで4回やって、最後はこんな風にネチネチ描いていったらすごく深みがある絵ができまして、試験の受けている最中にあれ超前ついるぞなんていうことで廊下から聞こえてきて、俺受かったななんていう気分になったというお話を、もう多分 YouTube 上で4回5回もう落語のごとく、古典落語のごとく何度も話しているお話がございますが、そういうふうに油絵の具的にアクリル絵の具を使って描いたというお話でございました。受かった時はびっくりしますよね。2300人中60人しか、2700人か受からない。私は1300何番だったですね。70何番、ちょうどど真ん中ぐらいだったんですね。で2階席というところから試験を受けたというお話もどっかでしているかと思います。もう一回してくださいとか言うならまたしますので、ぜひですねリクエストがあればいろんなお話、この話聞きたい、もう一回聞きたいですとか言ってください。もう私も何の話したか忘れてますので、ぜひよろしくお願いします。そして最後はこういう風にディティールを描きながら明るいところを描いたり、もちろん全部ベタっと塗るわけじゃなくて、せっかくグレーズしたんですから少しはそれを塗り残しながらですね描いていくのがやっ
ぱりいいなと思いますよ。全部ベタっと塗ってしまったらせっかくグレーズしたこの透明感のある部分っていうのが消えてしまいますので、ちょっと慎重に、そういうところを塗り残しながら描いていく。右の方光ってしまって申し訳ございません。という感じでちょっと細かい仕事をしてはる。こういう絵を描きたかったらこんな感じで、この筆は10本1000円ぐらいで買った筆ですね。どこかにあります。忘れました。という感じで、奥の方も少し描きながら透明感のある水ということで、グレーズも活用しながらいろんな色をあれしながら、水しぶきも絵の具の偶然も使いながら描いていきました。ちまちま書いていきながら密度を上げていったという作品でございます。本当に何気なく景勝地など行ってもぜひですね美の探し方みたいなのでもこういうのを本当に滝だけを写真に撮りに行くんじゃなくて、その界隈にもこういったところがあったりするんで、ぜひ景勝地などに行かれた際にもいろんなところを探してみられるというのはどうでしょうか。生の白とかでちまちま置きながら完成していきました。約2時間30分ほどの制作でございました。全体のバランスを見ながら書き込みもして、この岩から流れているこの水あたりが主役になっているかどうかというのを何度も確認しながら、細かいチンティ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 ンって打ちながら、本当に毛先に絵の具を生の白をちょんとつけてティン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 と置いていって、サインをと入れまして、マスキングテープを剥がしていきました。夏ですね。タンクトップで絵を描いておりますね。夏ですね。ヒューヒューと慎重に剥がしてくださいね。ここでブリーって言ってしまったら台無しになりますので、たまに紙も持ってかれることありますけども、なるべく外側へ引っ張るような気持ちでやればいいんじゃない。ほら、ちょっと持ってかれてるの分かりますよ。後ろで。それで外側にほら持っていきながらやりましたよね。ということで完成でございます。最後はですね、1分間のまたダイジェストをお見せしようと思います。いきますよ。じゃ鉛筆で書きました。ちょっと濃くしておこうかなと。思い切って濃くしてもいいと思います。なぜならべちゃっと水を塗ってぐちゃぐちゃとなると下の線なんでほとんど消えてしまいますので、いろんな色を混ぜながらぐちゃぐちゃ描いていく。そして暗い色も徐々に水が引いて、白い明るい色も置いて、なるべく紙の白さをなくしながら絵の具の偶然とか毛先ボーンとしてぐるぐるということで、以上で解説では終わります。どこかでバッとグレーズするでしょうね。ちょっと見ときましょうか。どこかでガラッと変わる瞬間が来るんで、もう少しかな。そこまではなんとか見届けてやりましょう。ここでしょうかね。ここですね。ペシャペシャペシャ。ちょっと茶色っぽすぎた。もうちょっと青ということで、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。どうですか？楽しかったですか？綺麗な水の絵が描けたんじゃないかなというふうに思います。皆様もですね、ぜひですね、せっかく絵の具をこういう絵の具使ってるんだからこういう技法ができるんじゃないかという特性をしっかり理解することによってギュッと成長していきますので、皆さんちょっとそういうことを理解しながら制作に励まれてみてはいかがでしょうか。シンプルな作品ですけども非常に深みのある透明感のあるものが描けたんじゃないかなと思います。ぜひ繰り返し見て勉強してみてください。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。